こんにちは、アルマです。初めての方もまた来てくださった方も動画を見てくれてありがとうございます。今日もカードからのメッセージをありのままお伝えしていきたいと思います。じゃあ今日のテーマは、あの時のお相手の言動の意味ですね。あの人の後悔と本音っていうところを聞いていきたいと思います。じゃあ今日の選択肢のカード、こちら、インナーチャイルドオラクルカードです。シャッフルしている時間にね、お相手のことを思い浮かべてくださいね。1枚目です。こちらです。You know the way。はい、じゃあ2枚目がこちらです。なんかこっちもこっちもいいね。背中を押してくれる感じ。コネクトエタニティか。まあでも。はい、じゃあ3番さん。はい、こちらです。いいプレゼント。これは現在って感じかな。ではこちらの中から気になるカード1枚お選びください。複数ね、気になる方は2枚選んでいただいても大丈夫です。それでは1番のカードを選んでくださった方から始めていきます。浄化します。はい、それでは始めていきます。まずはお二人のね、関係とか距離感のところ見ていきたいと思います。1枚目、ムーンの逆位置です。2枚目がワンドのページ。3枚目、ソードのナイト。なんかこれはもうほぼどっちかな。なんかね、喧嘩しちゃった感じ。なんかちゃんと喧嘩って感じかな。ただ、その喧嘩っていうのは、なんていうのかな、自分の気持ちをちょっと守るためというか、なんていうのかな、その、守るっていうのは完全に自分勝手っていうよりかは、これ以上2人の関係をこじらせたくないっていう気持ちとか、あなたに嫌われたくないっていう気持ちから、なんかただ言葉の選択をなんか間違えちゃったっていうのが入ってきたかな。なんかちょっとこう感情的になりすぎて言わなくてもいいことを言ってしまったとか、なんかそんなところが入ってくるかな。そうだね。ちょっとその言わなくてよかった一言っていうのは、結構攻撃するような、お相手が傷つくとかっていうのが分かってて言っちゃったっていうか、なんかそういうちょっと考えればお相手が一番言われたくないこととかっていうのは分かりそうなことなんだけれども、ちょっと感情的になってきつい言葉を言ってしまって、今お互いの関係がギクシャクしちゃってるのかなって思いましたね。ただね、こう、少し、すごい長いとかじゃないけど、時間の経過は感じるんですよ。で、離れてみたところで、なんか少し冷えたというか、その感情が冷えたとかじゃなくて、その、感情的に要は怒るところ、そこが冷めて落ち着いてきてはいるけれども、どうやって前に進んでいこうかなみたいな状態にあるのかな。あとそのさっき言った攻撃的なところっていうのはもう悲しみともうリンクしてるんですよね。悲しいからその悲しい気持ちが怒りとして表現されたりするんですよ、人の心っていうのは。なのでそこ
だよね。っていうところでお二人が今ギクシャクしちゃってるのかなって感じがします。お相手が、まあでも待って、これがあなたの発言なのかお相手の発言なのかっていうところちょっと聞きたいので、ルノルマン引こうかな。こちらガリ、今思ったのはどちらかというと普段あんまり怒らない方の方から結構冷たい言葉が飛び出たのかな。そうだね、これちょっと冷たい感じするな。すごい、22と33出た。まあでもね、道は続いてそうだな。お二人、なんかこれがきっかけで関係が切れるとかはなさそうかなって思いました。そしたらじゃあ、一旦ね、あなたが傷を、なんかこう、決定的なことを言われてしまったと仮定して読んでいきますね。これどうしてもね、こう、具体的な、こう、占いする相手がはっきりできてない状況がね、曖昧な部分があるから、一旦今日のところは仮定します。じゃあお相手のその時の言葉の真意聞いていこうかな。カップの3。なるほどね。これは気持ちだな。ペンタクルの7。なんかお二人にとってはこうコミュニケーションというかすり合わせをしないといけない価値観みたいなところがあったんじゃないのかな。なんか一つ今まではこういい状態、いい関係でつながってたけれど、そうだな、なんか壁にぶつかった感じがあるかな。で、お相手はそれを乗り越えるために言ったって言ってるかな。言い方だよね。だとしたら、お相手はね、真には本当にこのお二人の価値観とか気持ちとかを一致させるために向き合いたかったって言ってるんだけれども、なんかこの先のこととかね、今現在のお二人の距離感とか関係性とかっていうのの一個ちょっと直すとか改善する必要があるんじゃないかってお相手は感じてて、でそれに真剣に向き合った結果ちょっと言い過ぎてしまったみたいな、そんな感じだな。なんかね、お相手の感情的、真意、本当のその言葉とか言動が出た意味っていうのは、攻撃的でもないし、あなたを傷つけたくてしたんじゃなくて、逆に2人の関係を建設的にこうやっていくために言ったって言ってる。で、さっきからずっと頭から離れないのが、その時間の使い方っていうところかな。そうだな。なんか例えばお相手がお仕事のお付き合いとかでどうしても外せないとかね。で、それの頻度が多くて、あなたがそれに満足ができてない。なんかこう代案を欲しいって言ってるんだけど、お相手はそこは物理的に難しいっていうところ
っていう、そういうことを今一部の方だと思うんですけど言ってきたかな。そうだね、そんなとこか。じゃあさ、そもそものあなたへのお相手のお気持ちのところ聞いてみようね。どういう気持ちであなたとの関係を、育んでる？わあ、カップの2だよ。ほら。やっぱり愛情がないからじゃないんだね。しかもまっすぐ伝えてきた。こうあなたへの気持ちで聞くといいよね。だいたいカップの2とかラバーズとか、あとペンタクルの4、まあ言ってもね分かんないかもしれないですけど、そういうね、この質問好きだな。ワンドの9、守りたいって言ってる。お相手はね、あれだな、あなたとの関係を守るためにそういうことを言ってるんだけど、ちょっと自分も辛いんですって。傷つきながらも2人の関係を切らないように努力をしたいって言ってるし、してるって言ってる。お相手はそういうつもりらしいね。もう1枚引こうかな。ソードのエースだけど喧嘩が多いのかな。このお二人は口喧嘩だったりメッセージでの喧嘩が多いのかな。なんかそこに対してはちょっとなんかどうしたらいいかみたいなところはあるかな。ちょっとお相手がどんな人かちょっと聞いてみるね。ちょっと知りたいな。なんかぼーっとしてた。これじゃないからこういうことをしたのか。反対向きにシャッフルしてる。わかった。お相手はさっきも出てきたじゃない、ここ。お相手が結構安定してるタイプなのかな。なんかこう落ち着いてるというか、変化をあまり好まないタイプ。でここのカードって確かどっちがそういうことを言ったんだっけって言ったよね。で安定してるタイプじゃないって言って、で今お相手がどういう人か聞いたらもう一回アンカー出てきたので、やっぱりお相手があなたに対してちょっときつめのことを言ったんだね。答え合わせががっつりできた。そしたらそうだな、どうしてねそういうことを言ったかって言ったら、お相手にとっては改善するため、関係を良くするために言ったって言ってて、であなたに対する気持ちはもう本当にすごく大好きだし、だけどちょっとプレッシャーがかかってたりするのかな。だから例えばさ、あなたもこう会いたいから会いたいってもちろん言うじゃない。それ普通じゃない。だけど、お相手からすると現実的に物理的にね、その時間を割くっていうのが難しいんだよって、なんでいつも喧嘩したくないよって言ってる感じがするな。なんか全部なんか分かった感じがする。でじゃあお相手がねどんなところに後悔してたりとか、お相手がどんな風にそのお二人の課題に対して考えているのか聞いてみよう。ここ結構大事だよね。カップの10。あれ？ペンタクルの9。
あれお相手結構すごくちゃんと考えてるかな。うんとか言ってワンドの3、お相手はね、一緒に生活したら解決するんじゃないのって言ってるし、お相手はそれが望みとも言ってるし、そういう方向性で今考えてるって言ってる。だから後悔してない、じゃあ後悔してることで言うと、これね、ペンタクルじゃないや、カップの10がさ、もうこれは一個の家族とかって読んだりするんだけれども、一つ屋根の下に暮らしたりするじゃない。で、それが逆位置になってるから、一緒に暮らしたら解決することじゃないのって言ってる。だからもっと早く一緒に暮らしたりとかしてたらよかったっていう後悔かな。じゃなかったらこんなにこじれてなかったんじゃないのって言ってるかな。あとは一緒に住むとかじゃなくても近くに住むとかね。なんかもうちょっとこう生活に密着した関係っていうのができてなかったっていうことをお相手は後悔してるんだよね。で、本音として読んでもそういう2人の関わり合いが欲しいし、それに気持ちが向かってるって言ってる。ここはもう悪く読みようがないなね。そうマイナスななんかここを注意してねみたいなところが全く入ってこないな。ここはハッピーなね、1番さんはハッピーな展開になっていくかな。そうだな。じゃあさ、ここのさ、あなたを傷つけてしまったことに対してどういう感情でいるのかだけ教えてもらおうかな。なんかすごいこの人は現実的な性格なんだろうね、きっと。だからなんか後悔してることっていうとこういう一緒に暮らしてなかったからとか、そういうことを言ってるんだよね。ここも安定だから、ここでもう一つ言ってるのはやっぱり時間とかそういうものをあなたに与えられてなかったこと、を言ってるんだと思うな。なんかこういう構造で考える人、感情とかは入ってこないし言ってこないから、やっぱりねこっちとしてはそこのところ聞きたい。気持ちはね、愛してるって言ってるからな。もうなんか今すぐ変えられることじゃないからって言ってるかな。そうだな。でもこう波がね、2人の関係に波があるのは当たり前で、それを徐々に成長させていきましょうって。自分たちには未来がある、この扉の先だよねがあるから、なんかあんまこの人はね心配してない感じがするな。いろいろずっとねいいわけないじゃんみたいなって言ってるかな。そしたらさ、このお二人今後の流れ聞いていこうかな。なんかすごいかしこまった人だから、なんか私がツッコミしようがない。すごい整理して伝えてくるね。ほい。ワンドの10。なるほどね。今後として。もうちょっと、あれかな。2人で、こう、コミュニケーションがぶつかっちゃったりっていうすることはありそうだな。カップのエース。で、そこがきっかけっていうか、その摩擦がね、
2人で背負っていくものとかプレッシャーとかを感じながら、新しくまた愛情の一つ殻が破れるというか、一個上のステージに上がっていく。だからもしかしたらお相手はさ、一緒に暮らしたりとか、近くに暮らしたりとか、まあもし場合によっては結婚するとか、なんか結構そういう未来のことを見てるんだよね。だからここのカップのエースっていうのはそれのいずれかになると思う。でもしお付き合いをしてないですよっていう方だったら、お付き合いもうがっちりコミットメントした関係にこれからなると思う。ただね、ワンドの10が出てるから、それなりに乗り越えることはありそう。そうだね。だから連絡が取れない時間がこれからちょっと続いたりとかなのか、それともまた喧嘩しちゃうとか、なんかお互いにちょっと辛い時間っていうのはあるかもしれないけれども、まあお相手は前向きにすごい将来のことを考えているので、その時間を乗り越えられた時にお二人は次のステップに行くんだと思いました。そしたらカードからのねメッセージ引いていきたいと思います。だからまあお相手の葛藤っていうところでまとめると、やっぱり仕事とかの付き合いだったりとか、自分のプライベートな時間だったりっていうのと、あなたと一緒に過ごす時間っていうののそのボリュームのバランスが今取れてないからっていうところなんじゃないかな。それでいてあなたのことは愛してるって言ってるからね。3、メッセージが3。もう一枚いきます。ウィンター。いや待って、ちょっとこれ極端かもしれないんだけど、もうスーッともうそのまんま入ってきたのは、お子さんができる人もいるのかなとか思いました。なんか冬にあと今思ったのは、動物飼ったりするかもね。一緒に暮らすってなったらさ、動物飼ったりっていうのもあるのかな。あと今このイラストから思ったのは、お二人って結構似た者同士じゃないですか。なんかね、なんていうのかな、怒ったりとか悲しんだりとかするポイントっていうのがなんかなんていうのかな、投影とかっていうんだけど、自分が自分の苦手なところとかを相手に見た時にすごく悲しみじゃなくて、そこも悲しみになるのかな。なんて説明したらいいかな。同族嫌悪ってあるじゃない。なんかそういう、ちょっと違うんだけど、なんかそういうところを言ってるから、そうだな。だからそれはそれとして受け止めてほしい。理解することが改善というか成長につながるから、お相手に対して何かリクエストとかさ、こうしてほしいのにっていう風にお相手に対して思うことっていうのは自分の中にあることだったりするんですよね。それをこのイラストからは感じ取ったかな。であとはそこの部分が、カードのこの3で言うと、自分の中の成長しきれていないところ、かな。今日さ、インナーチャイルドのオラクルカードだったんだけれども、うちに秘めてるというか、自分の心の中に閉じ込めてる、そういう自分の幼い時に癒せきれなかったものとか、なんかそういったものが、お互いに似た者同士で
こう衝突しちゃってるのかなって思ったかな。だからそこをじゃあ相手が成長してよとかじゃなくて、お互いに成長できるのがベストだけど、相手のことはコントロールできないから、そこをね、自分の心の中をちょっと覗いてみたりもいいかもしれない。で、お二人のこの空気が大きく変わるのが冬って言ってるんだよね。こう時期が出るとは思わなかった。だからこう一緒にね暮らしたりするのか、お付き合いが始まるのか、大きく関係性が動くっていうのは冬らしい。だからあと半年ぐらい。でもしねこうお付き合いしてて結婚したいなって思ってる方だったら、あと半年ぐらいはお二人のその幼いね癒すべき部分をお互いに癒して成長していったりっていう、期間としてはちょうどいいかなって思いました。で、そこがあるから一旦こうワンドの10で乗り越えなきゃいけないものっていう風に、合わせても読めるかなって思いました。はい。で、さっき触ったけど、このインナーチャイルドのオラクルカードが言うのは、あなたはもう道を知っている。何をするべきだとか、どっちに進むかとかがあなたは分かってるって言ってるかな。だからそういうことでつながってるのかなって私は思いました。で、お相手自身の心の中にも先に明るい未来があるっていうのがお相手も分かってるし、あなたが引いたこのカードも先のことが分かってるって言ってるので、やっぱり同じなんですよね。ただ今はこう喧嘩とかが多い、からそこをこうどう乗り越えていくかによってお二人の未来っていうのはすごく明るくなるし、愛情にあふれてる。でね、ここもそうだし、カップの2もそうだし、一緒に暮らしたりとかするようになる人が多いんじゃないかなって今回のリーディングで思いました。はい。じゃあ1番さんはこんなところかな。コメント欄のカード、これだよね。カップの2が出たので、ハートマークでコメント欄にこうね、お二人が進展していくようにこう願いも込めてコメント欄に1つ置いてあげてください。3つでもいいし4つでもいいですけど、今勝手に1って出たけど、はい、こんなところです。で、初めてね見てくださった方、いつもこんな感じでオラクルカードとルノルマンカード引いたりとかしながらタロットカードメインでリーディングしているので、もしちょっとでもいいなって参考になるなって思ったところがありましたら、いいねとチャンネル登録ぜひお願いします。ぜひぜひ。はい。全部コメントは読んでます。で、読んだのはハートマーク送っているので、はい。ぜひね、またこれからもコメント書いていただけたら嬉しいと思います。それでは今日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。それでは2番のカードを選んだ方のリーディング始めていきます。タロットカード浄化していきます。じゃあもう混ぜてあるのでまとめていきます。それでは始めていきます。まずはお二人の今の距離感とかね、関係性見ていきます。こちらハーグドマンですね。こちらカップの6。ソードの7ですね。少し距離があるかな。なんかそんな感じがしますね。なんか一緒にいた時は結構いい時間が流れてたんじゃないですかね。
今ですね、なんか、やっぱ過去のことになってしまっている。で、ちょっと一部の方かもしれないんですけれども、お相手かあなたか、どちらか一方が、なんかね、考えすぎてる感じがする。なんか、保身のために、保身じゃないな、これは。なんか状況的にあなたかお相手かどちらかになんかね嘘をついてたとか、なんか隠し事とかをしてたとかが入ってるかな。ただそれってなんかタイミングが悪くてどうしてもこうそうしなきゃいけなかったみたいなことを言っている。例えばそうだな、どちらか一方がお仕事ばっかりとかでこうなんか寂しくてとかなんかそういう感じかな。なんかしょうがないじゃんみたいな感じのなんか雰囲気を感じますね。これお相手なのかな。ちょっとね、ここソードの7に補足取りましょう。こちらソードの3、なるほどね。これはお相手側なのかな。なんかお相手があなたとのことのよりももっと前にあったことで、そうだな、まだ心の傷が癒えてなくて、なんか自分のこう身を守るためだね、やっぱり保身だったかのためにこう嘘をついてしまっていたことがあったんじゃないかな。でどうしたらいいかみたいな感じ、で迷ってたところにもう仕方なく嘘ついちゃったみたいな。だけどなんかそこの心境になるまではお相手はあなたと一緒にいた時間っていうのはすごく良かったとは言ってるんだけど、なんかそれよりもこんなこと言っちゃって申し訳ないんだけれども、それよりも前にあったことの方がなんかこう、そうだな、引きずってる。まだあなたと関係を持つ前の傷が癒えてない。なんかそうだな、なんかお付き合いをしていたお二人というよりかはお付き合いになりそうだったところでちょっと距離ができちゃった。お相手はまだ真剣にこうお付き合いしていくっていうことに対して消極的だったタイミングっていうのが伝わってきましたね。じゃあね、このタイトルにあるお相手があの時伝えたあなたを傷つける結果になってしまった言動に対してのその真意っていうのをなんか大暴れしてる。聞いてみようかな。ソードのキング。カップのナイト。ワンドの5。一番最初にスパッと言ってきたのは、あなたのことはあなたに対する気持ちっていうのはちゃんとあるし、それを表現したかったようなことは言ってるんですけれども、まだ自分が準備ができてないことに対してすごいなんていうのかな、なんかそれは正しくないみたいなこう頭が固くなっちゃってる
感じかな。で全てをお話しして収まるわけがないと、自分がね過去の恋愛をまだ引きずってるなんて言ったって話がまとまることじゃないじゃないですか。余計にねお二人の関係をめちゃくちゃにしちゃうことになりかねないから、だからこれは急に去っていっちゃったみたいな感じなのかな。なんかそれを言ってますね。本当はそういう事情というかことを思ってたけど、あなたに対してこう急に距離を取ったりっていう行動に出てしまった。でもしあなたに対してこうちゃんとね私たちのとか僕たちの関係何なのみたいな話を言った時に曖昧にしてしまったとか、なんかそんなことを言ってるんだな。真面目といえば真面目さはねソードのキングも言ってるんですよね。であなたへの気持ちっていうのはもうここに出てるんですけれども、気持ちよりも、あなたがお相手にとってどういう存在としてねお相手に残っているのか、今現在のそういったところを聞いていきます。ハイエロファントの逆位置。エンプレス。クリスタルのクイーン。なるほどね。やっぱりあなたに対する愛情っていうのはお相手にはあるし、そうだな、あなたが癒しであったりとか、あなたはすごい現実的、だから一緒にこの先いるのには素晴らしいパートナーだっていうのは言ってるんですけど、ご自身がやっぱり中途半端な気持ちで前に進んでいくっていうのがご自身お相手自身のなんだろうかな、ポリシーみたいなところに反してたからって言ってるかな。あとは場合によってはほんの一部かもしれないんですけど、離婚してる経験があるとか、なんかそういうのも入ってくるかな。だからあなたがどんなにお相手にとって素晴らしい、方だとしても、とは言ってるんだけれども、それを全部受け止めるにはちょっと今は違うっていうよりもそうだな、今は違うなのか、ちょっと違うっていうそういう感じかな。ちょっとこれルノルマン引いてみようかな。いやルノルマンじゃないね、ちょっと分かりづらいのでもう1枚オラクルカードを引きます。こちらそうだな、やっぱりこう正しく生きたいみたいなことを言ってるので、あなたにはなんかこうそうだな、多分ここで嘘をつかなきゃいけなかったこととか、過去の傷のことでね悲しみとか癒えてないものがあって、それが原因で嘘をつかなきゃいけないで、そういうのが嫌だ、嘘をついてお付き合いできる方じゃないんですよね、お相手にとってあなたが、そういう風に言ってるかな。あなた自身はすごく愛情深いし、
なんだったらこう、なんていうのかな、こう、尽くしてくれるっていう言い方が妥当なのかちょっと難しいですけど、例えばお相手が求めている現実的な部分っていうのを持ち合わせてる。例えばお料理が上手な人がいいなみたいなのだったら、あなたはそれを持ってる。だけれども自分は、あなたがそうなのは分かってる。自分に愛情もくれるし、自分にとってふさわしい人だっていうのは分かってるんだけれども、それを受け取れるだけの自分じゃないっていう、そういう場所、そういうポジションにお相手はあなたのことを思っている。だから男性だとしたら、経済的な部分だったりとか、生活力とか、あと一緒にいてね、居心地がいいとかもそうですし、リードし、頼りがいのある人みたいな、そういう、ご本人、お相手が、こういう人がいいなっていうポイントをあなた自身は持ってる。だけれども、これはお相手の、都合といえば都合かな。今お相手はそれの準備が整っていない、って言ってますね。そしたら、お相手の後悔や本音の部分、例えばどうしたいのかとか、どういうふうに思っているのかね、今現在。そこ聞いてみようかな。ペンタクルのページの101。ワンドの10。アウェイキング。なるほどね。本音としては、あなたともう一回、再会したいって言ってます。だけれども、今現在は、自分にかかってるプレッシャーが多くて、そうだな。で、ペンタクルもページで来てるので、で、このね、ジャッジメントが逆位置なんですよね。だから結構ハードルは高いかな。やっぱりあなたのことを、あなたに対しては未練はあるんですよね。そういう風にあなたの自身のことをそういう風に言ってるんで、だから再会したい気持ちはあるんだけれども、でそれを現実的なものとして掴みたいっていう、欲しいっていうのはあるんだけど、ここも逆位置だし、バンドが正位置で、まだ心の整理がついてないのかな。そんなことを言ってる。具体的にどんなことを言っているのか聞いてみましょうかね。でも行きたい、移動したいとは言ってる。今入ってきたのは引っ越しとか、そういう近くに行きたいみたいなことを言ってるんだよね。でもとはいえ、だからここの葛藤ですね。あなたの魅力は十分お相手は分かってる。だけれども、そうだな、縛られてる。そうだね。そうだな。これ今私は過去の人とか、場合によっては今現在そうだな、お付き合いしている人というか、お別れしてても離れてくれない人が
いるのかな。なんかそれも今ふと思いました。これ本来あなたのことを指す、あ、違うね。でもこれね、私そうまあこう蛇と合わせて第三者の女性に見えたんだよね。16だからこれはスターだよね。なんか離れてくれない人がいる。でそこからお相手は、動きたいって言ってるんだよね。だけれどもここの人がお相手を苦しめてるせいであなたと再会したいんだけれどもそれがうまくいけないって言ってるね。これあれなのかな、もしかしたらまあほんと一部だと思うんですけど、パートナーっていうよりはまあ、家庭がある方とかもいるのかな。その人のその相手の人が苦しめていて、でそこをあなたに隠してるっていうところにちょっとこの並びで全体的に見えたかな。でお相手、そうだな、それが原因でお相手はもうなんか仕方がないから一旦現状を受け入れなきゃいけないとか、なんかそういう風に思ってる。まあこのねハイエロファントでもちょっと感じたんだよな。そんな感じかな。もし複雑さんじゃなかったとしても、まあそういったお付き合いをこう本当はもう別れ、例えばねその今のパートナーっぽい人に別れたいって言ってるのになんか必要にこうなんていうの、まだ関係を迫られてて切るに切れない、そういう感じがするな。でもお相手は出たい、そこの関係をもう置き去りにして前に進みたいって言ってるな。そんなところかな。今後の流れ見てみましょうかね。なんかね、そう他の異性の人がちょっとお相手のこう望みとかを道を塞いでる感じがするかな。じゃあ今後の流れ、あ、ストレングス、タワーだね。あ、いいカード、いいカード。もう、すごいいいカード。もうよかった。ドキドキしちゃった。よかったです。よかったですって言ってもわかんないか。ストロングじゃないや、ストレングスと、タワーの逆位置、タワーの逆ってところがポイントが高い。で、チャリオットね。OK。まず、お相手はあなたの信頼を取り戻しに来る。そんなところかな。多分、誠意を見せてくると思います。全部を説明してくれるかはわからない。どちらかというと、正直なところね。だけど、あなたのところに向かっていく未来、明るい未来に走ってくる。で、どうやってっていうと、タワーのこのね、逆位置っていうのがすごくポイントが高くて、時間はかかるんだけれども、本当に着実に変えてくるイメージ。なので、こう、そうだな、ちゃんと綺麗にしてくるだって、綺麗にしてくるって言ってるかな、お相手は。そうだね。で、問題なのはこのゆっくりっていうのがどれぐらいゆっくりかなんだよね。そこを聞いてみようかな。あなたが待てる範囲なのか、それともふざけんなって言いたくなる時間なのか。見てみよう。あ、これじゃないね。間違えちゃった。
8、しかも出たのが棺なのがまたいいね。8、ちょっとタロット引きます。タロットこっちじゃないか。8日はな、タワーの逆位置って感じしないけどな。あ、でも8日間の人もいるかもね、中には。8週間だと2ヶ月になっちゃうね。ちょっとタロットでこの8の単位聞いてみよう。よいしょ。ソード。8日って言ってる。8日だな。早い人だと1週間くらいでお相手から何か言ってくるんじゃないかな。ワンド。早いと思う。8日から2ヶ月。違う、そうだね、2ヶ月かな。ちょっと幅あるけど、これはね、こう人それぞれ違うから、なんともね、この不特定多数さん向けのリーディングあるあるなんですけど、一番可能性が高いのは8日。で、次が8週だから2ヶ月ぐらい。で、私自身も8引いた時に、2ヶ月くらいかって思ったんですよね。なので、そんな感じかな。ルノルマンでも方向性聞いてみようかな。コウノトリだ。ちょっと待って、13ってなんだっけ？コウノトリじゃなくて子供？ど忘れしちゃいました。子供でした。子供はこれから始まりなんですよ。終わって始まるって言ってる。いいと思うけどな。あとね、ふと思ったのは13から私が感じたのは金曜日とかって言ってる。今日が何日？今日が木曜日だから8日だから金曜日か。じゃあそうなのかな。7月の今日が2日だから3、4、5、6、7、8、9、10、10日って金曜日かな。だとしたらちょっとマッチするなって思いました。その日ぐらいに連絡が来たりする可能性があるね。でもしも、連絡とまでいかなくても、例えばですよ。例えばお相手があなた自身に対してブロックとかをしてしまっていたとしたら解除されるとか、なんか動きがあるっていうイメージかな。それか偶然ね、近くとかになんかこう生活の範囲が近かったりしたら8日の日に偶然会ったりとか、そのお相手の話をなんか聞くとか、なんかちょっとした変化が8日、1週間後1週間ぐらい後に何かあなたに届くんじゃないかな。分かりづらいサインだったりするかもしれないけど、動きとして感じました。で、2個目に引いたのが、8週間だからさっきの2ヶ月っていう話。そこからなんか変化があるんじゃないかな。なんかそんな風に受け取りました。そしたら最後にアドバイスですね。あなたに対するカードからのメッセージ聞いていきます。こちら、ゲットモアインフォメーション。そうだね。だからやっぱさっきポロッと言ったよね。なんか新しい情報を人から聞くとか、そのお相手に対することとか、なんかそういう感じかな。それか、あなたが探しに行きなさいとも言っているかもしれないね。可能性としては。あなたは守られてるって言ってるね。お友達だったりだ、やっぱそうか。なんか人から聞いたりするのかな。
今ねこのカードをこうやって触ってて、なんかよくこうあなたにはこうなんだろう、まあこの絵の通りね、天使が見守ってるよとかっていう風に受け取る時もあるんだけど、なんかね今は触って感じたのは、お友達とかなんかそういうつながり、家族とかっていうよりかは第三者のあなたと親しい人とかが助けてくれるっていう印象が入ってきたかな。だからこの1週間くらいはお友達と会ったりする時間をちょっといつもねあんまり取らない人とかは意識的になんかそういう時間探してみたりするのもいいんじゃないかな。あと今思ったのは、本当にふっとイメージでね入ってきたのは図書館なんで図書館なのかわかんないんだけど、図書館のイメージがこうビジュアルが入ってきたので、図書館、そうだね、図書館で何をするっていうよりかは図書館のイメージが入ってきたんだよな。なのでこう本読んだりとかね好きな方はちょっと図書館に足を運んでみたりしたら、なんか違った出会いが本とかとあって、そこから何か考え方が何かのヒントになることがあるかもしれないね。なんかそんな風に感じました。はい、不思議なリーディングになったな。まあなんと言ってもね、まあこう向こうのね今後の流れとして、チャリオットがこうね、ストレングスとチャリオット、これ愛情のつながりだからさ、信頼関係が取り戻されるっていうことだよね。お相手があなたに対して信頼を取り戻す行動に出てくるんじゃないかなって思います。はい、じっくり来る感じ。こんなところでしょうか。じゃあね、この2番さんのはい、リーディングは以上になります。コメント欄は、この星は嫌だな。船かな。船の絵文字。これはお相手がこっちに向かってくるエネルギーなんで、こう早くね、こうなんだろう、接点が持てたりとか仲直りができたりとかする思いを込めて、コメント欄に船の絵文字をペペッと置いておいてください。いつも見てくださる方ありがとうございます。あとね、今日初めて見たよっていう方はいつもこんな感じでルノルマンカードとオラクルカードを交えながらね、ポイントで交えながらタロットカードをメインでこういった感じでリーディングしているので、今日のねこのリーディング何か参考になったりとか、もしちょっとでもいいなって思うところがあったらチャンネル登録、いいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。今日ね最後までリーディング聞いていただいてありがとうございました。今日のリーディングは以上になります。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それでは3番のカードを選んでくださった方のリーディング始めていきます。と使うタロットこちらですね。浄化します。ある程度混ぜてあるのでまとめていきます。まずはお相手とあなたの今の関係性や距離感ですね。見ていきます。ストレングス。ワンドの8。ソードの8。なるほどね。お二人は今ちょっとそうだな、離れてる方もいればなんかいろいろ読めるな。まずね、絶対的なところで言うと、お二人の信頼関係っていうのはもうがっちり出来上がってます。
ただ、これはあなたかな？ちょっと自分、傷つくのを恐れて、今ね、あんまりお相手に心を開けてない状態。根本的なベースのところは、信頼関係ができてるんですけれども、何かのことに対して素直にお相手に慣れてないところがあるんじゃないかな。で、それによってお互いの距離っていうのがちょっとだけ、そうだな、ワンドの8。ちょっとね、ペースが落ちちゃってる感じ。例えば、連絡の頻度だったりとか、会う頻度だったりとか、なんかそういうのが、うまく噛み合わなくなっちゃってるように感じます。お相手自身も、あなたが、ちょっと距離をね、心を閉ざしてしまってる部分っていうのを感じてるんじゃないかな。なんかそれで、ぼんやりと、お二人の距離が空いちゃってる。なんかね、フェードアウトっていう言葉はちょっと強すぎるんだよね。そんななんかね、アウトしてる感じしないの。ただ、隙間が空いちゃってる。そんな感じが入ってきますね。ちょっとお相手の状況、お気持ちを一つオラクルカードで聞いてみようかな。そっか。今回のテーマで言うと、お相手の何か、言動であなたがちょっと塞ぎ込んじゃってる感じなのかな。そんな感じかな。ちょっとお相手の今も引いてみます。なんかお相手もお相手で、なんか内側入っちゃってんのかな。だけど、お相手はね、なんだろう。そんなにネガティブな印象はないかな。なんか自分のことをお相手は信じてる感じがする。だからあなたが心をちょっと閉ざしてしまってる感じがあって、ちょっとギクシャクしちゃってたとしても、お相手はね、そんなに落ち込んでる感じはしない。今だけこうなのかなみたいな、そういう内側に熱いものがある。じゃあ、あなたがね、そんな風に気持ちがね、落ち込んじゃったり、傷ついちゃったり、するきっかけになった言動について、お相手のその心理だね、意味、本当のところの気持ちとかっていうのを、なんでそんなことをしたのか聞いてみよう。クリスタルの4。あれ、お相手、そんなに悪いこと、違うか。悪いと思ってない可能性もあって、そうだよね。そうなんだよ。やっぱり悪い気持ちからじゃない。あなたを失いたくなくて言ったみたいな感じかな。これは駆け引きなのかな。ちょっと頑固になっちゃって、そういう言動をしてしまった。だけど、もうカップの10だから、あなたに対する思いっていうのはもう最上級なんだよね。そうか。そうだよ。だからお相手は自分の気持ちに対してすごい信じてる。ここの信頼関係も言ってるもんね。ソードのエースだもんね。でもちょっと言葉強かったんだろうな、きっとあなたにとってね。で、
でお相手もその自覚はちょっとあるっぽいね。なんかあえて言ったみたいなのが、ここからも入ってくるんだけど、でもそれはあなたがそんなにこう塞ぎ込んだりとかすると思わなかったみたいなところも感じる。そうだね。ちょっとお相手のあなたに対するお気持ち聞いてみようかな。クリスタルの10もう3番さんもうめっちゃ愛されてますやん。なんか急に関西弁のちょっとすっごく大事に思ってる。すごくもう失ってなるものかみたいなことを言ってます。ペンタクルのね、10ね。で、もう今はもう後悔してる。もう未練、もう、あなたから離れられないって言ってる。なんかあなたを傷つけてしまったことに対して、ちょっと、罪悪感みたいなのがあったのかな、少し。そこから、こう、あなたに対するね、気持ちを冷まそうとしても冷めないって言ってるね。で、今はあなたを失わないように、一生懸命、今までのお二人の関係とかについてね、すごく考えてる。そうだな。ちょっと、ルノルマンでどういうことを考えてるのか聞いてみよう。でもね、もう今後もずっと一緒にいたい人って言ってんだよね。夫婦とか言って本当大好きじゃん。そうだね。すごい、だからここの考えてると、ここの策を練っているのとがすごいリンクしてる。どうやったら丸く収まるかとか、どうやったら2人の関係が明るいね、方向に行くのか。ルノルマンの月はね、すごく太陽の次にいいカードだからね。なんかそう言ってますよ。マウンテン自分でこう乗り越えていかないとって言ってるな。多分何を言っちゃったんだろうね。本当にバカだな。ちょっと聞いてみようかな、ここ。調子に乗っちゃったって言ってるな。なんか軽い気持ちだったっぽいな。だからってねえ、悪気がないから人を傷つけていいわけじゃないんだぞとは思うけど、本人的にはそんなになんかこう、なんていうのかな、素直に感じたことを言っただけみたいな、そんな感じがするな。ちょっとじゃあお相手がね、後悔してること聞いてみようか。クリスタルのナイト。テンペランス。なるほどね。あなたのリアクションを見て、しくじったって思ったんだけど、
すぐに謝ったりしなかったことを後悔しているね。そうだね。なんかもっとちゃんとその時すぐに弁明をしたりとかすればよかったって言ってる。多分言葉の誤解なんだよね、きっとね。で、それをお相手はすぐに、対処しなかった。それをね、後悔してる。それで動けなくなって、そうだな、答えをね、出せなかったって言ってるな、これは。その時に行動できなかったことを言ってる。自分自身もその時こうなんていうかな、こもっちゃったみたいな、やっちゃったですぐにあなたにその誤解を解く行動をすればよかったんだけれども、お相手もお相手でこうその瞬間ね、すぐに謝るべき時にこう陰になっちゃったんだね、この人は。そうだな、ちょっと未熟なメンタルっていうところを言ってるかな。ここのハイプリエステスにもう一枚オラクルカード引いてみます。そういうことね。なんかね、今現在はお相手は強さ自分のそのあなたに対する愛情とか、お二人のこの信頼関係の部分とかを信じる力を今はね、もう強くなってるっていうか、なんか勝手に2人が切れてないって思ってるんだよね。だけどその時はその現実っていうあなたのリアクションだったり、そういったもので反応しちゃったって言ってるかな。そうだな、なんかなんて言ったらいいのかな、ちょっと考えればわかるのに、本当に見てる、感じてる、その時の瞬間の感覚で行動をしてしまったことを言ってるかな。そのもっと奥の自分の気持ちとかにこう素直になれなかったことを後悔してるから、ここのちょっと冗談半分で言ってしまったこととかね、冗談とは言ってないんだよな。でもちょっと軽い感じはする。ちょっと軽はずみになんか口走っちゃったことであなたを傷つけたってしまったんだけど、その言葉を発した後にあなたがどういう気持ちになるかまでは考えられてなかった。でそこに気づいた時には動けなかった。すぐに謝ったりとかね、できなかったっていうことを後悔してるかな。だからここのハイプリエステスが言ってたこう内側に入ったっていうのは、そこに気づいた時と気づいてない時のそこのギャップで動けなくなった。ここの謝る必要があるんだとしたら、謝るタイミングで言えなかった。なんかそんなことを言っていますね。でもなんか反省はしてるっぽいんだよな。お相手との、あなたとの今後の流れ聞いていきましょう。こちらカップの6。ここでも後悔って言ってるね。エンプレス。大丈夫そうだな。
なんかこっちもベールって言ってこっちもベールなんだよね。だからそうだな、まず結論から言うと、お二人っていうのはやっぱり一緒にいた時間がねすごく良かったんだと思う。だからそこの記憶、ここでもさ手放せないって言ってるじゃない。で未来のあなたたちも手放せないんだよ、やっぱり過去のこととか。で結論から言うと戻るんだけれどもどうしてもここの話、なんでそういう風になったのかっていう話まではなんかねできない感じがするんだよな。そこのお互いのお相手にとってはちゃんと謝れなかったことっていうので、そういう種類の後悔っていう傷をお相手は抱えてしまっている。でプラスあなたはお相手がしたこととかに傷ついてるっていうのの、そこのねすり合わせはすぐにはできないかもしれない。お互いが怖がってて、自分の殻にそれぞれが閉じこもっちゃう感じがするな。だから最初に出てきたよね、心が開けない。でこの心が開けるようになるのかなと思ったらちょっとならなくって、ちょっとここどうしていいか聞いてみようかね。どう解決できるのか。もうこれはそれぞれが乗り越えるって言ってるな。だからそうなんだね。ここの話は、ちょっと残るけど、それぞれがそれぞれに解消していく感じ。だから大人な感じだね、言ってしまえば。なんか依存型っていうよりかは、お互いが信頼関係っていうお互いの気持ちが強いかったりとか、あと将来のこととかを考えた時に許すみたいな、そんな感じかな。だから相手に自分の傷を癒してみたいな、そういう依存的な乗り越え方じゃなくて、それぞれが未来の行動で癒されていくんだと思う。そういう感じ、って言ってる。だからそこはお二人の心の強さとかそういったものが備わっていくんじゃないかな。だからある意味なんか大人ないい関係なのかな。あんまり依存しないそれぞれ自立した大人の恋愛みたいな、そんな印象かな。そしたらあなたへのメッセージにしようかな。カードからあなたに対するメッセージ。コミットメントだって変な音出た。コミットメントだから、やっぱりここが言ってるようにお二人はちゃんともっとがっちり関係性が結ばれるって言ってる。だからやっぱここをねちょっときついかもしれない。一人で乗り越えるっていうのは必要になってくるけど、なんかカードの流れ的にはそれを一人で乗り越えた後に2人の関係が戻るっていうよりかは、2人の関係が戻ってそれとお付き合いを続けながら、関わり合いを続けていく段階で信頼関係を結ぶのと同時に癒えていくみたいな、なんかそんな印象。だね。もう一枚引いてみようか。そうだね、このカード伝えづらいんだけど、
なんかさ、まあ、タワーとかもそうなんだけど、なんかね、この2人ここ乗り越えたら、なんか一緒に暮らしたりとか一緒に生活したりとかなんかしそうなんだよな。なんかここのカードも感じたんだよね。場所というか象徴的なところで、このカードが言っているのは何て言うかな、2人が安心する場所とかなんかね、そういうことを言ってて、でコミットメントでしょ。なんかそんな感じがする。あとはもしそうならなかったとしても2人にとっての特別な場所とかそういったものが与えられるっていう感じがする。もしね、そういう場所がもうすでにあるとしたらね、こういつも行ってたデートしてたさ場所があったとか、そういうなんかよく話に出てきた場所が特定の場所があるっていう方とかだったら、まあそこからエネルギーをもらうっていうのもありだとは思う。だけどそういった意味よりかはさっきの2人の場所ができるみたいな、この2つと読んでね、そんな感じがしました。そうだな。はい、こんなところかな。3番さんのリーディングは以上になります。コメント欄ね、どうしてもその一緒の場所みたいなのが入ってくるから、コメント欄はお家の絵文字を入れてもらおうかな。とりあえずね、このお相手がうまくね、こう言葉で謝罪っていうのはしてこないんだけれども、多分行動とかで示してくるタイプだと思うんですよね。で、そういうのを見てあなたの傷も癒えていかれるんじゃないかなって思うので、お相手からのね、そのなんていうのかな、もうめちゃくちゃ反省してるし、めちゃくちゃあなたのこと忘れられてないし、大好きって言ってるし、生活したいって言ってるんで、もしねこのお二人離れてしまっていたとしたら、まあこう嫌だった記憶とかもあるかもしれないけど、上手にねこう自分の中で消化してこう許してあげられたらいいのかなって思いました。じゃあ3番さんのリーディングはここまでになります。で、今日初めて来てくださった方、いつも私こういった形でタロットカードをメインにルノルマンカードといろんなオラクルカードを使ってリーディングしています。で、いつも見てくださってる方、本当にいつも応援ありがとうございます。コメントくださる方も本当にありがとうございます。とても嬉しいです。とても感謝しています。はい。じゃあ、今日のところは以上になりますので、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。